いつもご視聴ありがとうございます。グリーンバイブスマンです。今日はゆるく観葉植物ルームツアーを行いたいと思います。今触ってるのがディスキディアエメラルドです。めちゃくちゃ長くなってきました。綺麗ですね。こちらウンベラートですね。買った時は結構小さい、本当に数百円の苗だったんですけど、結構大きくなってきました。こちらが、エピフィラムグアテマレンシス、すごい言いづらいんですけど、ドラゴンフルーツとかっていう名前で売られてたりもしますね。このカールが何とも言えない感じで大好きですね。でこれはガジュマルなんですけど、観葉植物を飼い始めた時に一番最初に買った植物になります。ですごい伸びてきたりしたので剪定をしてったら結構逆に今は葉っぱが少ないガジュマルになってしまいました。根っこはこんな感じです。でその隣にあるのがホヤザンバレスですね。買った時にあまり明るくないところに置いてしまったらちょっと元気なくなってしまったので、窓際のめちゃくちゃ明るいところに今置いたら、元気に育っている状況です。でこれつるが結構伸びてきたので高さが足らないので下に鉢を置いて土台にしています。こちらが、ホヤクミンギアナですね。買った時にこれ何ですかって聞いたらペペロミアって言われたんですけど、ペペロミアじゃないのでいろいろ自分で調べたらホヤクミンギアナっていうことが分かったんですが、本当のホヤクミンギアナを見るとホヤクミンギアナじゃないなこれはっていう感じなので、何か分かる人教えてください。豆苗ではないことは確かです。でこれもスリット鉢に植えて、そこから、IKEA のですね鉢に入れてみます。ちょっと手こずってますけど、でそのお隣さんが大好きな、ホワイトゴーストになります。これちょっと見切り品みたいなの買ったのであんまり状態は良くない感じなんですけど、次の夏、春から秋にかけてどれぐらい成長してくれるのかすごい楽しみです。これは IKEA で買ったこちらですね。スリット鉢に入れています。はい、でこちらがフィカスアルティシマですね。夏はもうちょっと葉があったんですけど、最近寒くなってきたせいか葉っぱを落としてなおかつ葉があまり見られない感じになってきました。はい、でこちらが、フィカスベンガレンシスになります。このフィカスベンガレンシスは、自分の胸の位置ぐらいの高さまであるんですけど、ホームセンターで2000円で売れ残り品として売られていたので、これは運命的な出会いと、自分が買わないで誰か買うっていう気持ちになって置く場所を考えていないのにもかかわらず買ってしまいました。続いてがこちらがキングマハラジャになりますね。名前が結構バブリーな感じなんですけど、下がサボテンになっていて上がユーフォルビアが乗っかっている合体させた植物になります。なんか唯一無二な感じでめちゃくちゃかっこよくて大好きです。成長がめちゃくちゃ楽しみですねこれは。はい、
次こちらがユーフォルビアファイヤースティックになります。これ秋になると赤くなるっていうのでファイヤースティックっていう名前なんですけど、まだそんなになってないですよね。で隣にあるのが、ホヤコンパクターですね。これも明るいところに置いたら結構成長してくれて、くるくる下の方に伸びてってくれています。これめちゃくちゃ増やしたいんですよね、ホヤコンパクター。でこちらがフィカスティネケになります。これね、綺麗な斑が入っていますよね。こちらがリプサリスですね。トゲがない森林サボテンになります。大好きなリプサリスです。まだ成長してますね。いい感じ。こちらがポトスライムになりますね。これはちょっと寝室側に置いておいたんですけど、こっちの明るい部屋に置いたら結構生育が良くなって色づきも結構良くなったので、もうここがベストポジションになっています。こちらがグリーンネックレスですね。一回めちゃくちゃ伸びたので、ちょっと剪定というかしたんですけど、また伸びてきてこんなにめちゃくちゃ長いですよね。増えまくってます。いい感じです。はい、で次奥にあるのが、ゴムの木ですね。これは100均だったかなで買ったやつがこんだけ大きくなったので、どんだけ大きくなるのか楽しみです。その下にあるのもゴムの木になります。棚の下はちょっと汚いので、こちらが、サンスベリアシルバーハニーだったっけな、シルバーハニーだな。珍しいですよね。でこちらがピレアですね。これ縦に伸びてきちゃったので、株分けしました。でこちらが、ホヤリップカラーになります。これね、ホヤは別名ワックスプラントと呼ばれていて、結構テカテカした感じの葉っぱになるんですけど、このリップカラーは面白いのが、リップカラーという名前の通りピンクの斑が入るような感じになってます。ピンクの斑だったりピンクの葉っぱだったり、白っぽい葉っぱもありますけど、これ本当に奇想天外な色を出してくるので面白いですね。これはサンスベリアスダッキー。こちらが、ジグザグカクタスになります。これもね100円ぐらいで買ったんですけど、どんどん大きくなってきているので、自分で結構ボリューミーなものに育てようと考えています。水もねそんなに必要としません。でそのお隣にあるのが、ハートホヤですね。これが一番最初に買った親株で、そこから、2枚目で3枚目っていう風に生えてきました。これもねホヤなのでツルツルしてるんですけど、4枚目次の春かなって感じですね。でこの奥にあるやつが、ホヤオーストラリスですね。こちらもホヤの種類になります。この葉っぱも結構肉厚な葉っぱになっていてテカテカしてるんですけど、若干産毛みたいなのが入ってる感じですね。でこちらがリプサリス、僕の好きなリプサリスですね。多分まだ成長してますね。買った時は結構弱ってて、200円ぐらいで買ったんですけど、どんどん大きくなって今もこうね新芽を出してくれている感じです。
新芽に関してはちょっと産毛みたいな毛というかトゲなんですけどが生えています。これもスペースがなくなってきて大変な状況です。で、小さい植物はここに結構置いてることが多いですけど、大きい植物は玄関に移動させたりしています。はい、でこちらがペペロミオイデスの小株をセラミスで育てています。なんだかんだで結構大きくなってるんですよね。でこっちが、姫モンステラですね。これもセラミスで育てています。葉っぱがね手前のは破れちゃったんですけど、購入してからは新しい葉っぱが結構生えてきて、緑が美しい感じですよね。で新芽も今出してくれてるので、それがちゃんとこれからの寒い時期に出してくれるのかどうかっていう感じですけど、極力あったかい日当たりのいいところに置いています。はい、でこの上の段にあるのもリプサリスですね。もうリプサリスはちょっと種類的に名前が覚えられないので、全部リプサリスって言わせてもらいます。このねトゲトゲした産毛みたいなのがありますけど、決して痛いトゲではないです。それがペペロミアアングラータですね。これセラミス植えにしています。肉厚の葉っぱ、可愛らしいですね。でその隣にあるのが、これをどかさないといけないんですけど、この隣にあるのがハートカズラになります。これどんどん増えてきてるとか、どんどん長くなってきてるので、どこまでいけるのか楽しみに育てています。こちらがペペロミアホープですね。なんか普通のとちょっと生育微妙なんですけど、このペペロミオイデスですね。でこれがペペロミオイデスの親株になります。これはリプサリスですね。森林サボテンリプサリスで、高さが足らないので下にこれ段ボールなんですけど、イソップの段ボールを置いてます。はい、でこちらが、サンスベリアファンウッドミカドですね。なぜか1本だけめちゃくちゃ長くなってるんですけど、ユニークに。でこちらが100均で買った植物、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、トイレに置いといたんですが、ちょっと生育が良くないのでセラミスに植えて、こっちの部屋に置いています。でその下にあるのが、こちらが、モンステラジェイドシャトルコックですね。これ新芽を出してくれています。これもねモンステラの仲間になりますね。でその隣にあるのもモンステラの仲間ですね。マドカズラですね。これも新芽をまだ出してくれてるので、ちゃんと枯らさないようにしようと頑張ってます。でその下にあるのが、セロームですねのホープってやつ、ちょっと傷がついちゃってるんですけど、夏に新芽を出してくれたんですが、結構ね成長がめちゃくちゃ早いので、広めの部屋にはおすすめですけど、小さい部屋にはあんまりおすすめしないですね。こちらがあれです。あれです。何でしたっけ。あれです。カラテアです。カラテアのなんだっけ名前。マコヤナですね。こういう風にね新芽を出してくれています。棚の下はちょっと切れちゃうので無視していただいて、でこれがシラフカズラの水差しですね。
シラフカズラの土に植わってる方はちょっと机の上に置いてあったので取ってないんですけど、水さして増やしていこうと思ってます。でよく部屋にサーキュレーター置いてますかっていうコメントがあるんですけど、僕の部屋にはダイソンがあるので、このダイソンをサーキュレーター代わりにしていますが、1日4時間とか、外出するときタイマーをセットして1日中つけてるわけではないですね。ちょっと風を通してあげるぐらいの感覚で使っています。これはリップサリスハンギングしてるバージョンのものになりますね。その下には、ザミオクルカスを置いています。でこちらがシェフレラコンパクター、これがリプサリスラムローサですね。成長が楽しみなものばかりになります。種類が多くて名前覚えられないんですけど、伝わりましたでしょうか。もし気になった方は何秒の植物名前なんですかとかコメントもらえれば嬉しいです。こんな感じで、昼間のルームツアーということでご視聴ありがとうございました。何かあればぜひコメントいただけると嬉しいです。もし気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。